こんにちは、革靴の件です。今日はこのナンバーワンのネイビーミュージアムカーフの靴、こいつ前回の動画でちょっと出し縫いをねしてるシーンをお見せしたんですけど、今回はコバ加工をしてソールの形を決めていきます。こんな感じで前の動画でここに出し縫いを描きました。今ソールはこんな感じなんですけど、ここフラップはねまだくっつけてないです。ドブ起こしはまだ戻してないです。まず最初にこのドブ起こし、これを戻してソールをきれいな状態にしてから、このコバを整えてベベルドウエストなんかもやって、このコバをバチッと決めていきます。このフラップに水をつけます。水をつけて皮を柔らかくします。じゃあこのペラペラを戻していきます。しっかりシワを伸ばしながらね。ドブ伏せができました。全体を滑らかになるようにこすったので、こんな感じでピカピカになってますね。いいですね。にやける。で次はここコバ整えていきます。まずはこのウエスト部分やっていきます。ベベルドウエスト加工ですね。今見えないのでちょっとクリボーを入れて少しソールを起き上がらせるとこんな感じですね。ここまでウェルトが来てて、ここからねなくなるのが分かると思います。ここでウェルトの幅が少なくなってますね。ここまで青い、これがウェルトですね。ここからベージュになってる、これがソールですね。でこのソールの奥にこの青いの薄く見えるの分かりますかね。これがウェルトです。はみ出してるこのソールの部分をこの奥にあるウェルトの上に巻き込んでいくんですよね。それがベベルドウエストなんですけど、その前にちょっとこの巻き込むソールの部分を調整します。ガラスで削っていきます。でまたここに水をつけて巻き込んでいきます。コックリボーでソールの端っこをぐいぐい押し込んでウェルトの上にかぶせていきます。内側も同じようにいきます。グッと押し込むとソールの端っこが少し丸まって中に入っていくんですよね。この辺やりました。ここやります。ソールの端っこが丸まっていきます。はい、ベベルドウエストができました。やる前よりね結構ここが細くエレガントになってます。こんな感じで、さっきこの奥の方に見えてたウェルトはもう全く見えなくなりましたね。でこのアッパーとソールが密着してます。内側もこんな感じで、ここからぐっとソールが細くなってます。
次はこのコバの目付けです。出し縫いする前にウィールをかけてるんですけど、出し縫いした後にまた温めたウィールをもう一回かけ直して、より深くギザギザをつけていきます。もうすでについてるギザに合わせてウィールを転がしていきます。このベルトの角を面取りしてコバ全体にヤスリをかけました。だいぶ靴っぽくなってきましたね。次はガラスですね。今ヤスリで粗く削ってあるコバをガラスでしっかりきれいに削っていきます。こんな感じでだいぶガラスをかけたら見た目が引き締まってきましたね。じゃあ次はコテですね。このコバにコテを当てて磨いていきます。まずはちょっと軽く当てます。軽く当てるとここに少し線が入ったのが分かると思います。これでこのウェルトの上の部分ですね、ここの境目がはっきり立ってかなりカチッと見えてきました。このアイロンを当てる前はこんな感じですね。一回アイロンを当てたんですけど、一回サンドペーパーで鳴らしていきます。サンドペーパーまで当ててこんな感じです。これで最後にもう一回コテをかけていきます。また水をつけて、踏まず部分もコテかけます。はい、コバできました。だいぶいいですね。はい、こんな感じですね。マスキング邪魔ですね。ちょっとまだこれ取れないので、ここはねソール仕上げのお楽しみということで、こんな感じです。ベルトにはしっかりこうウィールのギザギザの跡が深めに入ってますね。ギザギザがしっかり入って、この均一に陰影がつくところが、これがフルハンドの出し縫いの良さですね。このギザギザと縫い目がぴったり合致するので、すごく美しいソール周りになります。で、コバ面ビーッとね直線になるように作ってます。革の繊維が押しつぶされて光沢感が
出てるのが分かると思います。靴を前から見るとこんな感じで、このアッパーにソールがビタッと平らにくっついてます。はい、という感じでコバができましたね。でベベルドウエストのところ、こちらもしっかりコバにコテ当てて光沢感を出してます。このソールのフォルム、ここでグッと絞って、ここでグイーンとね広がるこの感じが本当靴のソールって美しいですよね。ということでコバ仕上げが終わりました。ソールはね、仕上げはどうしようかなと思って今ずっと悩んでます。この靴に合ったかっこいいソールを作っていきたいと思います。ということで本日の革靴の件でした。ではまた。いや本当コバね、決まると気持ちいいんですよ。